本なんかもちろん書いたことないんですけど、なんかその時にですね僕これはやらないといけないなってなんかすごく思ったんですよね。豊田章男を上司に持ったらっていうのはやっぱもうみんなビジネスマンだったらこうなんか興味を持つ。もう覚えているのは広報は敵だからな、もう本当に憂鬱なゴールデンウィークを過ごしたっていうのはもうすごく覚えてるんです。これがなかったら今の藤井さんはないっていうことですね。ないと思います。これは僕の原点だと思ってます。師匠と呼びたい上司です。今回のトヨタイムズニュースはですね、1ヶ月前に出版されまして瞬く間に3刷りまで出ておりますこの本です。上司豊田章男、トヨタらしさを取り戻す戦い5012日の全記録。この本を書いた藤井秀樹さんにお話を伺ってまいります。藤井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。売れてますね。おかげさまでね、はい、やっぱり章男さんの今までの発言だとか行動っていうのはいろんなものが詰まってますので、ビジネス書としてもね非常に読み応えがある本となっていますよね。で藤井さんのご紹介を簡単に私からさせていただきますと、藤井さんはトヨタ自動車のフェローで、して、前はトヨタ自動車の広報部所属だったんですけれども、いろいろあって章男さんの社長時代からスピーチライターとして支えてきた方でいらっしゃいます。トヨタイムズは初出演と、いうことになりますね。はい。そしてもう一方お越しいただいております。小説トヨタの子で、章男さんを別の視点から描かれました小説家の吉川絵里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絵里さんは以前トヨタイムズニュースでもね取材させていただきましたけれども、このトヨタの子を書くにあたって章男さんを取材されてますから。そうですね。いろんなエピソードも聞いたトヨタイムズニュースあるんで、そちらもご覧いただきたいんですけど章男さんどんな印象を受けました？話してみて。話してみてですか？でもなんか地域の車屋っていうことをよくおっしゃってるじゃないですか。割とそんな感じ、近所にいるぐらいなんかこう親しみやすい感じはすごいありましたね。近所にいるのと今止められましたけど、近所にいる車好きのおじさん、普通の車好きのおじさんっていう感じ。やっぱもう直前まですごい緊張してたんですけど、割と1秒か2秒でファッと打ち解けさせてくれるように、なんかこうね、章男会長もいつも楽しませてくれるじゃないですか。なので地域一番の車屋の親父だっていう感じはもう結構そのまんまだと思いますね。でこの非常にこう人気の2冊の横にちょっと並べさせていただいて非常に申し訳ないんですけれども、僭越ながら私も報道も含めてトヨタでも学んだ、伝えるために大切なことということで章男さんから学んだこともたくさんありますので、そういったことも本として出させていただきました。この本を書いた3人で定談をするという形を取らせていただきたいと思っております。さあまず藤井さん、この上司豊田章男、そもそも書くきっかけは何だったんですか？2年前の1月にトップ交代の発表がここで、トヨタイムズであったわけなんですが、7月にですね新任部長さんの研修があるということを聞きまして、で僕はずっと豊田さんからいろんなことを教わってきましたので、社長時代に教わったことを新任の部長さんにですねちょっといろいろとお話をするそんな時間を取らせてもらえませんかっていうお話を人事の方にしてたんですね。でそれを会長にですね今度人事の研修で部長さんの研修で豊田さんから教わったことちょっとお話しますねっていうお話をしたところ、すごくありがとうと、けどお話っていうのは消えてなくなっちゃうところがあるから、藤井君何か伝えたいことがあるんだったら本にしたらって言われたんです。本なんかもちろん書いたことないんですけど、なんかその時にですね僕これはやらないといけないなってなんかすごく思ったんですよね。それでじゃあやってみますっていうことでスタートしたのが2年前の7月でした。2023年の7月っていうことですよね。2023年の7月です。私が2024年の多分年明けぐらいに、本をちょっと書こうと思ってるんですけどって相談しに行った時に藤井君もちょっと何か考えてるからとか動いてるからみたいに言ってたのがこれっていうことですね。そうです。
まあやっぱりそのかけてる時間に伴うこの分厚さの違い、いやそうですこれ正面から見てるから見えないんですけどね、上からこう映したくないような状況にはなってるんですけどはあ。でも本に書くって今まで本は書いたことないわけですよね。ちょっとなんかこうどうなんでしょう、書けるかなって思ったのか、それともそれはやってみたいって思ったのか。なんかやらないといけないなっていう気持ちが一番強くてですね、それで自分に書けることっていうのはもう限られている、だから自分が経験してきたこと見たこと聞いたことしか書けませんので、おそらくですね翌月ぐらいに僕が書けるとしたらこういうものですっていうことで、その上司豊田昭夫っていう仮タイトルを自分でつけまして、スピーチとかそういうものもあるんだけれども、普段の会話の中で僕がいろいろと教わったことがあるので、そういうことをできるだけトヨタで働く人に伝えたいですねっていう。だからタイトルつけるとすると、僕の上司としての豊田昭夫さんっていう人が僕に何をこう伝えてきたのかっていうことしか書けないですし、それをもうありのままに書くっていう、それしかできませんっていうお話をして、もうそれでいいんじゃないっていう、そういう感じですね。結構このタイトルをどうするかって非常にね、売り上げにも関わるし注目度にもつながってくるんですけど、だから小説家のエリさんとしてはそういうのってすごくよくわかるじゃないですか。これもトヨタの子ってものすごくインパクトありましたけど。そうですね、もうこの上司豊田昭夫っていう本見た瞬間に、タイトル負けたわと思って、やっぱインパクトが豊田昭夫上司に持ったらっていうのは、やっぱもうみんなビジネスマンだったらこうなんか興味を持つ点だと思うんですよ。まあジャンル全然違いますけど、負けたと思いました。タイトルかっこいいから。やっぱりタイトルって本当ね、どうしようか悩んで何回も書き直してこういうふうに決まっていくんですよね。でも藤井さんね、上司豊田昭夫はそうやってすぐ決まったとはいえ、一回りぐらい年下ですよね、昭夫さんの。そうです、ちょうど一回り違います、だからそんな中で包み隠さず書いてるじゃないですか、全てを、関係性も含めて、会話も含めて、それって何かこうちょっと躊躇する部分とかはなかったんですか？やっぱりそれしかないっていうことで最初からそう思っていたので、躊躇はなかったです。であとはやっぱり豊田さんから教えてもらったことの中に、リアルストーリーっていうのがすごくあるんですよね。だから作家でもないですし、ジャーナリストでもないですし、アナリストでもない僕が何か書けるとしたらリアルストーリー、実際に僕の身に起こった出来事、僕の身に起こった変化みたいなことをもう書くしかないっていうことですので、そういう意味では迷いは、それしかないっていうところでなかったですね。まさにこの身に起こった変化っていうのがこの本の面白いところでもあるんですよね、藤井さんのね。2009年の5月に業務秘書として昭夫さんに就くようになって、最初のその印象っていうのはどうだったんですか？あんまり覚えてないんですね。4月の末にゴールデンウィークの前にですね、内示という形で、当時の上司から豊田新社長の広報担当の秘書をやってもらうからっていうふうに言われてですね、ゴールデンウィークにこう突入するんですけども、そのゴールデンウィークがめちゃくちゃ憂鬱だったっていうのは、すごい自分の気持ちの中でですねもう本当に憂鬱なゴールデンウィークを過ごしたっていうのはもうすごく覚えてるんです。それストレートに言うと嫌だったってことですよね、作るのが。いや、嫌だったっていうことよりも、なんて言うんでしょう、これからどうなるのかなっていう、嫌だっていう感覚はね正直なかったんです。そうなんですね。そういう憂鬱ではなくて、そういう憂鬱ではなくて、大役をやるんだっていう思いはあるんですけれども、僕は本当豊田さんと会ったこともないので、どういう方なのかもわからないし、そういう意味での憂鬱ですね。プレッシャーみたいなものですか？プレッシャーというか、なんか憂鬱ですね。言い換えられますね。憂鬱。こういうのって毎年ゴールデンウィークが来ると思い出したりするんですよね。あの時は憂鬱だったなみたいな。第一印象はどうでした？その憂鬱からの。挨拶に部長と一緒にですね挨拶に行きまして、で藤井ですっていう話をこうしたんですけれども、もう覚えているのは、広報は敵だからなって
いうふうに言われたのととにかくもうニュルに来いっていうこの2つだけは覚えてるんです。多分そこでは頼むよって言われたんだと思うんですよね。別になんかすごくこう嫌な印象があったということもないですし、すごくなんて言うんでしょう、こうハッピーになるような印象もないですし、ただ2つその候補は敵だっていうふうに言われたこととそのニュルに来いよって言われたことだけはもう明確に覚えてるっていう、そんな感じですね。なるほど。ニュルブルクリンクの略称ニュルっていうのは車作りをするのに非常にコースがアップダウンも激しいし距離も長いし天候も変わるようなところで車を鍛えるというために聖地と言われていますけれども、そのニュルで当時のマスタードライバー成瀬さんに車ドライビングテクニックを教えてもらっていて、ずっとそこに行って励んでいた。それがトヨタが認められてない活動みたいな感じでやっていた。だからこそ藤井さんに来てくれっていうことを言ったっていうのは、今はねもちろんそうやって解説はできますけれども、当時はニュルに来いって言われたらね。それでニュルで何をするのかもよく分かってないですし、ニュルがどういう場所なのかも初めてなので、よく分かっていないっていうそんな状況で、ただ業務秘書になって5、6ヶ月はちゃんと自分の中での役割を果たせていなかったというようなことを書いてありましたけれども、モータージャーナリストの方とか、自動車専門誌の方に対するその新社長のお披露目みたいなイベントがあったんですね。でそこで豊田さんがどういう挨拶をするかっていうことでですね、商品広報室がドラフトを作ってくれるわけで、僕がそれをもらってですね、豊田さんのところに原稿ですっていうことをお渡しをするんですけれども、翌日豊田さんから呼ばれまして、ノートをですね、豊田さんいつもちっちゃなノート、小さなノートをですねずっと携帯してまして、そのノートにこう手書きでびっしりとですね文字が書かれていて、藤井君ちょっとこれをコピー取りなさいと、で僕が喋りたいのはこういうことなんだよねって、いい加減に僕のことを理解しようっていうふうに自分にもっと迫る努力をしてくれないかって、で自分はもう社長なんだからこういうことまでやってる時間は正直ないんだよねって、頼むよって言われたんです。でそれまでもずっとこう自分が役に立てていないっていうことは分かっていたので、もうそのずっと積み重ねが来て、とうとうその豊田さん自身がもうそういうことを口にするっていうところまで来たんだなっていう、そういう意味で少し自分の動き方を変えないといけないと思ったのはそのタイミングでした。コピーさせてもらったっていうそのノートをですね、秋夫さん直筆のノート、いいですか見せていただいて、画面に見せていただいて、ね、それを大事に取ってあるっていうのは本に書かれていましたけど、本当に取ってるんですね。取ってあります。嘘は書かないですよね。嘘は書かないです。これはもう本当に何て言うんでしょう、今までは商品に関する仕事は商品広報の人に、でそういう経済関係に関することは企業広報の人にっていうことで、自分はその広報の人たちと豊田さんとこうつなぐなんて言うんでしょう、つなぎ役みたいな感じで動いてたんですよね。けど僕が豊田さんに関する広報に関する仕事を全部やるのが僕なんだっていうふうにですね、つなぎ役ではなくて僕が豊田さんの広報なんだっていうふうに変わったのがこのノートだから、もうこれはもうずっとですね、机の引き出し大切にやっぱりこれを見ると、あの時の情景っていうのはやっぱり鮮明に思い出しますね。これがなかったら今の藤井さんはないっていうことですね。ないと思います。だから僕がいろんなそのスピーチとかを豊田さんと一緒にやるんですけれども、このノートを清書したっていうところがやっぱり第一歩だと思います。これは僕の原点だと思ってます。それがあったからスピーチを書くようになっていくということになるようですけれども、そのスピーチで言うと秋夫さんのスピーチってものすごく伝わってくる部分があったり、言葉の選び方がものすごいなんかインパクトがあったり、
そういったその伝え方っていうのは私も本でちょっと私なりに感覚を書かせていただいてるんですけれども、小説家として見ていても明夫さんの選ぶ言葉っていうのはどう受け取ってます？いやなんかこう私自身が言葉を仕事にしているので、なんか変なプライドじゃないですけど、張り合いじゃないですけど、明夫会長の言葉をそのまま使わないみたいなところは結構意識してるところはありました。彼の言葉をコピーしない、彼の考えは多分こうだろうなと思いながらこうキャラクターを走らせる、そこから出る言葉を私は拾うっていうふうに意識して、絶対に明夫会長の言葉をコピーしないようにはすごい意識しましたね。でもなんだろう、こう読んでると明夫さん本人の言葉のように感じてくるんですよね、藤井さん。でもそうとしか思えない。多分ほぼないと思います。ないのに感じるんですね。明夫さん言いそうだなこういうことって思ったりしますもんね。面白いな。そういったところが面白い。特にねいろんな有名な言葉があります。いくつかピックアップしたんですけれども、石を持った踊り場ですとか、また会社を畑に見立てて将来の種まきだとか、駅伝に見立ててアンカーではなくたすきをつなぐものって言ったり、あとはもう単純にみんなに言ったもっといい車作り今も続いていますとかですね、町一番を目指すんだっていうところっていうのはすごく今聞いても昔ずっと軸としてつながってるんですけど、すごく分かりやすくて、しかも考えさせる言葉っていう、あれは明夫さんの口から出てくるんですか、それとも一緒に考えたりもするんですか？基本は僕が書いてるものは豊田さんの口から出てきた言葉です。それをご本人がどれだけすごく意識されてるかっていうのはあれですけれども、基本的には僕はもう吉川さんとやっぱり逆で、豊田さんが言ったこと、豊田さんの中にあるものっていうことを書くっていうのが基本です。これまで明夫さんの言葉っていうのはどうやってこう自分の中に溜めていったんですか？もう豊田さんがいろんな場所で僕に話してくれること、雑談も含めてそういうことを僕自身が聞いていて、なんか素敵だなって思う言葉とかフレーズっていうのはたくさんあるんですよね。でその都度僕が自分の中に豊田さんは多分それがすごくキーワードだっていうふうに思って言われてるわけではないんでしょうけれども、もうキーワードだなっていうことで僕のポケットの中にですねどんどん詰めていって、でそれを例えば決算発表の場であったりとか年頭挨拶の場であったりとか、そういうところでもう一回こう出していくっていう。だからもともとはですね豊田さんがどこかで僕に話した言葉を僕は出していってるっていう、そういう感じです。明夫さんの言葉限定4次元ポケットドラえもんみたいな、そういうそんなすごいものではないと思うんですけど何でも出てくる。いやけどやっぱりですね、これはもう富川さん絶対にですねそうだねって言ってくださると思うんですけど、面白いじゃないですか。面白いですね。だからその話自体が面白いっていうこと、それとやっぱり今までの自分がこうしてこうだと思っていたこととはちょっと違う観点で話をしてくれたりする。もう話があるんだ、聞きたくてしょうがないんですよね。でそれは僕だけに伝えたかったことじゃないじゃないですか。だから僕はそれをポケットから出してですね、いろんな人に届けていくっていうのが自分の役割じゃないかなみたいな、そんな感覚でいます。つまりはこれからも含めて明夫さんが伝えたいと思っていることっていうのが今もいくつもこのポケットに入ってるっていう。勝手に出てますね。エリさんちょっとポケット覗いていただいていいですか？どれぐらい入ってます？やばいっす。やばいですか？お付き合いいただいてありがとうございます。それだけ入ってるっていうね。多分ね出し入れして自分で確認してるんでしょうね、いつもね。だから何聞いてもやっぱりポケットから出てくるんですよね、藤井さんってね。わかります。数珠つなぎにどんどん出てきますよね。なんか運動会の旗じゃないですけど、まだ出るのかまだ出るのか。手品の喉から出てくるやつですね。そうすごいですよね。だから。ちなみにその豊田さんっていうのもずっと同じ呼び方？僕はですね社長って言ってました。その当時は社長って言って、それでどんどん自分が最初におっしゃっていたように変わってきた、そこで呼び方も変わってきたっていう。というかですね豊田さんが会長になった時に、会長が社長だった時とかですね、よく分かんなくなるじゃないですか。そういうのでなんとなく豊田さんって言った方が分かりやすくなったっていうとこだけですね。意外と最近なんですね、豊田さんって言い始めたの。それも会長
と僕が普通に話す時は会長っていうふうに言ってますし、だからなんて言うんでしょう、こういろんな人に豊田さんのことをお話しする時に、社長とか会長っていうのだとこうややこしくなからっていうのがありますね。明夫さんじゃなくて豊田さんっていうのはどういう理由ですか？僕には言えないです。明夫さんとはとても言えない。本当ですか？明夫さんはもう全然ウェルカムそうですね。な方ですよね。私も明夫さんって呼んでますね。だからなんか藤井さんが豊田さんっていうたびになんかちょっと若干距離があるのかなと思えたんですけど、でもそうじゃないからすごい不思議だなってずっと思ってたんですよ実は。なんか僕はそこは線を引いておかないといけないなんか線だってちょっと自分の中で思ってるところがあるんです。豊田さんと明夫さんで。やっぱり豊田さんなんですよね。僕が頑張ってこう言ったとしても、豊田さんです。明夫さんっていうのは言えないです、ね。本当ですか？明夫さんが OK って言ってもなんか変な言い方かもしれませんけど、ちょっと師匠みたいなところがあるんですよ。自分の中で。明夫さんが。だからなんか師匠と弟子みたいなこの関係の中で、師匠のことを明夫さんって言えないっていう、なんかそこの線引きはちゃんとしとかないといけないっていうのがなんか自分の中であるんですね。でもスピーチの時もちゃんと自分のことを想像して書いてくれてるって分かってるから、これはダメだよとかそういうことはないわけですね。けどですね、これもなんか自分の中でいくつかのこう変化点っていうのがあって、最初は全くお話にならないじゃないですか。初めてですもんね。もう全然そのノートの全部コピーをもらわないとわからないっていうレベルで、1年半ぐらい経った時にちょっと自分の中でブレイクスルーがあったなって振り返ると思うんですけど、その時に想像できるようになったんですね。豊田さんがここにいてこの景色を見たらなんて言うだろうっていうことをやっぱり想像する。で想像して例えばこういうフレーズとかこういう言葉とかを書いてみる。で豊田さんに見せた時にこれは僕の言葉だねっていうふうに言ってもらえた時はやっぱりすごく嬉しかったです。で想像してこうなんかこうちょっと書いてみたりとかするとすごく多分富川さんも吉川さんもお分かりになると思うんですけど、ものすごく嬉しそうな顔されるんですよ。でものすごく本当にいいねっていう時はものすごく嬉しそうな顔されるんですよね。でどんどんじゃあこれ出してみようとか、楽しくなってきてこうプラスのサイクルが回り出して、僕が出したものに対して豊田さんがそういうふうに思ったのってじゃあ僕のこういうことを教えてあげるよとかですね、僕が何かを出したものに対してそれがきっかけになって豊田さんがなんかいろんなことを教えてくれる、そうするとまた違うものになっていくじゃないですか。なんかそれが逆にいいんだなって豊田さんが共同作業って言ってくれるんですよね。だから僕が何か出したものに対して豊田さんがこんなことを聞いてくるんだったらじゃあこれ言っちゃうとか言ってどんどん豊田さんの引き出しが開いていく。でスピーチ自体がどんどん変わっていくっていう、だそれはもう全然僕が最初に起案したものとは違うものになっていくっていうこのフェーズがなんて言うんでしょう、一番楽しいフェーズというかだなっていうのをちょっと思うようになりました。面白い。逆に大変だったことって何ですか？一番大変だったこと。一番大変だったことはやっぱり2020年のコロナ禍での決算発表、リーマンショックの影響で赤字転落した時に豊田さんが社長になられてまして、でコロナというリーマンを上回るですねショックが来て、その時に見通しは到底事務局としては出せないっていうことなんですけれども、こういう時こそ出さないといけないんだっていうことでみんなの基準になるような、みんなが前を向けるようなそういうものが出せるといいなっていうことで僕たちが示したのは黒字、リーマンの時はもうすぐ赤字になっちゃいましたけど、今回それを上回るショックでもそのトヨタ黒字になるんだ、赤字には陥らないんだっていうメッセージをこう出した。やっぱりそれが世の中にですねそういう明るいメッセージとしてはなかなか伝わっていかなかったっていうのはやっぱり一番僕も苦しかったというかですね、そういうタイミングでしたね。でも本当にこう社長として戦って積み上げてきたものがあったからこそあの時赤字にならなかったし、
さすがっていうところ、ちょっとメディアの取り上げ方っていうのはまたあったのかもしれないですけれども、トヨタとしてはしっかりと希望を持てる数字を打ち出したっていう。そうですね。それで株主総会の時の豊田さんのメッセージを改めて聞いたりとかするとですね、分かるんですけれども、みんなでやってきたんですよね。その赤字に転落をしてみんなでその企業体質を強化するんだって言ってやってきて、いい車を作るんだって言ってやってきて、みんなでやってきた。でそのみんなっていうのも働いてる人を支えてくれてる家族がいるじゃないですか。30万人以上の従業員とその家族、その努力がこの結果なんだっていうことをその株主総会でですねお話しされた時にですね涙をちょっと流されるんですけども、みんなでやってきたって、みんなで証明できたっていう、なんかそれがこうなかなか伝わらなかったっていうことがやっぱりすごくショックだったんだと思います。その涙を流すっていう場面は喜一郎さんの思いとかを創業者たちの思いを喋る時とか思った時に込み上げてくるっていうシーンも僕よく見るんですけれども、その明夫さんからその喜一郎さんを感じるところっていうのはどういったところですか。豊田さんが58歳の誕生日を迎える時に喜一郎さんの墓前で手を合わせて、喜一郎さん57歳で亡くなっているので、ここから先の人生はあなたは生きられなかったですよねと、だから僕の体を使ってくださいっていうふうに言ったっていう話をやっぱり聞いた時に、その喜一郎さんの思いっていうことをなんか実現していくんだっていうものすごく強いものを持ってですねやられてるんだなっていうそのお話を聞いた時にやっぱり一番感じましたですね。エリさんのスマホの待ち受けは喜一郎さんをカラー化したものなんですよね。今でもそうです。今でもそうですよね、はいはい、ずっと取材してから好きになっちゃって、その明夫さんと話していて何かこう喜一郎さんを感じることとかっていうのはありました？いやむしろ明夫会長が何かこう喜一郎さんの話をするときにうってこう言葉に詰まることがあるって、もうすごいわかると思って共感するところはすごいありますね。このトヨタのこのね帯のところに、僕この言葉大好きなんですけど、もっといい車を作ろうよおじいさんあなたの言葉ですねだったのですねっていう、だからそのもっといい車を作ろうよっていうことをずっと言い続けるじゃないですか、けどこのトヨタの子を読んだ時にですね豊田さん自身がもっといい車を作ろうよっていうのは喜一郎の言葉だったんだよねって言われたんですよね。多分喜一郎さんの思いっていうことを胸にあれを言われてたんだなっていうのは僕これを見て改めて思いました。この帯見た時どう思ったんですか、エリさんは。いやもう感無量ですすいません藤井さんね冒頭でトヨタイムズ初出演と、ご紹介しましたけれども、実はトヨタイムズの立ち上げメンバーでもあるんですよね、どういった経緯でトヨタイムズっていうのは作られたんですか？これは僕の見方っていうことになってしまうんですけれども、その2015年あたりからですね、豊田さんのコミュニケーションのやり方が明らかに変わってくるんですね、ダイレクトコミュニケーションをこう施行していくんですよね、その直接自分の言葉をその聞きたいって知りたいって言ってる方にお届けするっていう、こういう形に変わっていったのが2015年からなんです、で2018年にですね企業広告の話を豊田さんとプランナーの方々がこうやっておられて、そこでですねトヨタイムズっていうオウンドメディアを企業広告としてやろうっていう、で豊田さんとこういうコミュニケーションの話をする時もオウンドメディアっていうのがあるといろいろと変わりますよねみたいな話をこうしていく中で、トヨタイムズという提案がなされて、それでいこうっていうふうになったっていうのが僕の中での理解です。そこからねだんだんトヨタイムズのスポーツができたりとか、私も入ってトヨタイムズニュースを立ち上げたり、あと今ビジネスがあったり声だけのトヨタイムズラジオは明夫さんとやったりってだんだんこう広がってきてますけれども、今のこのトヨタイムズを藤井さんはどうご覧になってるんですか？僕には想像もできないです。まさかこういうスタジオで、しかも
報道ステーション」とかでやっておられた富川さんがここの専属になられて、こんなダイナミックに展開をしていくっていうのは僕の中にはもうそんな想像さえなかったですし、だから豊田さんはひょっとしたらそれぐらいのこの構想を持っておられたのかもしれないなっていうのはすごく思いますし、あともう僕にとってのここのトヨタイムズのスタジオっていうのは2023年の1月のトップ交代をここで発表したっていう、冒頭そこからね入ってますもんね。それを僕はこのスタジオの後ろから見てたんですけれども、なんかその瞬間もですねやっぱり少し結実と言いますか、なんかこれまでコミュニケーションということをいろいろと試行錯誤しながらこうやってきた。で当然賛否両論あったじゃないですか、けれどもそのトップの交代っていうものをこういうトヨタイムズっていうそのオウンドメディアの場所で内山田さんもいて、で佐藤社長もいてっていうことでね、で富川さんがこういろいろと取り回しながらですねやれたっていうのは紆余曲折いろいろとあってここまでたどり着いたっていう感覚ですよね。まさにトヨタイムズがあそこで存在していたから社長交代ができたわけで、今もこの本のご紹介もさせていただいたり、トヨタの子が出た時も取材させていただいてインタビューをさせていただいたりっていうふうにつながるわけですから、それを明夫さんが想像してた方向でね進んできたって思うとなんかすごいなっていうか。いや本当そうです。僕自身がこんな本を書くなんていうことは当然想像をだにしていませんし、だから豊田さんも別に想像してたわけじゃないと思うんですけど、けどトヨタイムズっていうことを立ち上げた時には多分僕が見えていないもっとその遠くの世界というかですね、将来ビジョンをやっぱり持っておられて、そこに向かってこういろんなことを差配してきたんだなっていうのは思います。そういう姿をずっと近くで見ながらスピーチライターをしてきた藤井さんですから、最初の広報部員だった立場であったりスピーチライターで想像できるのがどんどん増えていったりとかでトヨタイムズを立ち上げたり、今は専属のスピーチライター戻ったりっていう、すごくこの人間ドラマ、これどうでしたか、お読みになって藤井さんの人間ドラマっていうのは。トヨタの子を書くときにかなり藤井さんから明夫会長の人間性だったりとか取材の対象だったわけですか。もう相当多分お話を聞いてたので、前半のこのちょっと本の一つの構成として見た時に山場が結構大きいじゃないですか、赤字の中で社長になる、それから公聴会の、であそこのところがすごい盛り上がるので、でその後どんな風に描かれるのかなってすごい興味があったんですよ。でいろんな新聞だったりとか他の書籍で明夫会長のことをこう研究した時に、その後のことって結構あんまり語られてない。そっか、確かにそうですね、あれが大きすぎたというか。そうなんですよ、だからこの後淡々と進んでいくのかなと思ったら、先ほど出たその、コロナ禍の決算のこのついての山場が、あれが結構大きい、この本の中では山場なのかなと思って、で最後にうまいこと締めるところがあるんですよ。ちょっと私言っちゃすごい産業はあるんですけど、そこでもうって涙が出てきて泣かされると思わなかったと思ってやられたと思いました。一言で、藤井さんにとって明夫さんっていうのはどんな存在でしょう。もうなんて言うんでしょう、本当師匠と呼びたい上司です。師匠と呼びたい上司。考えれば考えるほど深そうなね。そうで、いやでも羨ましいですよね、なんかこう上司って私の中ではあんまりいい言葉ではなかったりするんですけどそうですね、確かにね。そうイメージがで上ってつくじゃないですか。やっぱこう上から押さえつけられるもの、何かっていうのを上司っていう言葉からすごく感じるんですけど、そことね師匠ってイコールじゃないと思うんですよ、決して。でもイコールになってるってすごいやっぱ会社員としてはすごい幸せなことじゃないかなって思いますね。一方で明夫さんは帯に藤井さんのことをね書かれてるんですよね。ちょっと読みましょうかね。フェローという言葉には仲間という意味があるんだね。豊田明夫の本当の姿を言葉にして伝えようと
いつも隣で黒鉛筆を持っている部下ではなく仲間、それが私にとっての藤井くんですと。これを読んだ時どんな感想を持たれました？いやもう本当にもったいないというかですね、ありがたいなと思いましたし、やっぱりこういう本ができた時にですね、父はもう他界してるんですけれども、母がまだいますので、実家の母にこれ書いたんだよって言って見せたんですけども、手に取ってこの帯を見て、やっぱりお父さんに見せたかったって言って、ちょっと泣いたんですよね。でそれを見て、ちょっと親孝行できたのかなっていうのは思いました。お父さんはどう思ってらっしゃいますかね今？父親はですね、全然本は読まない人なんです。だからおそらく生きていてもですね、本は読まなかったと思うんですけど、僕が豊田社長の下で仕事をさせてもらってるっていうことをなんか一番喜んでいたというかですね、ちょっとこう誇りに思っていたところがあったので、多分それはすごく喜んだだろうな。だから母親が、本を読まない親父に見せたかったって言ったんだなと思ってます。なんかうちの母もいまだにお墓参り行くと父の持ってくんですよ。この後本結構出してるんですけど、なぜかトヨタの子だけ持ってきて備えるんですよ。いろんな有名作を出されている吉川さんでも母は必ずこれをもう墓前に必ず備えていくんですよね。いつまでそれ持ってくんのって新刊出てるよって言っても、いやこれなんだ、お父さんに見せたいのはこれなんだって言って。なんでしょうね、この魅力って。豊田家の多分なんかこう流れなんですかね。わかんないです。わからないですけど、僕が単純に感じるのは、ずっと取材をしてきて、豊田佐吉さんから自分以外の誰かのためにっていう考えがあって、それをずっと大切にしてきて、トヨタ自動車になってもそうだし、明夫さんの代になってもそうだし、今の豊田大輔さんも同じようにウーブンシティで未来に向かって進んでるし、誰かのために、こういった誰かのためにっていうのが我々もすごくこう感じていて、自分たちも誰かのためにって思いたくなるし、素晴らしい考えだなと思ってるからこそ、なんかそうなっていくんじゃないかなっていう気はしますけどね、感覚的にはね。多分豊田さんがこういろんなところでこう言っていることっていうことに、多分共感をすることが多いんだと思うんですよね。なんか日本のためにとか、自分以外の誰かのためにっていうこともそうですし、言葉だけじゃなくてそういう動き、行動みたいなことも含めて、メディア報道を通じてっていうことだと思いますけれども、共感をしているんじゃないかなと思います。PHP 研究所から出されました上司豊田昭夫、ビジネス書としても藤井さんの人間ドラマとしてもって言いましたけれども、トヨタの従業員がこれを辞書にもできるような、もう今までの昭夫さんの言葉なども入ってますので、これはぜひですね、まだ読んでない方読んでいただきたいと思いますね。藤井さん、最後にこのご覧の皆様にアピールタイムということでありがとうございます。一言よろしいでしょうか。いやけど本当にこういうトヨタイムズっていう僕にとってはすごくなんて言うんでしょう、思いの深い場所で、こうやってトヨタの一緒にやらせていただいて吉川さんと富川さんと一緒にですね、まず出させていただいたっていうこと自体がもうなんて言うんでしょう、夢のようというかですね、本当に嬉しいなというふうに思いますし、僕はこれ書いたのはですね、豊田さんが僕に伝えたことっていうのは本当は僕だけじゃなくて、トヨタで働いているみんなに伝えたかったことだと思うので、なんかそういう意味でですね、なんか読んでいただけるとすごくありがたいなっていうふうに思ってます。ぜひ上司豊田明夫お読みになっていただいて、もう一度トヨタの子を楽しんでいただいて、ついでにこの薄い本も読んでいただければと思います。これもいい本ですよ。私面白かったです。現場のね、現場のエピソードがいっぱい。でもなんかね、感想を送りましたけど、明夫会長に似てるなって私はすごい思ったんですよ。恐縮です。さんが現場報道の現場にいた時の行動原理がすごく似てるなと思ったので、ぜひこっちも面白いですよって。僕はこれを言っていただくためにやったみたいな風になっちゃうと困るので、ほどほどにしてすみません。ありがとうございます。藤井さん、吉川えりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。